冬が訪れ、煮込み料理が恋しい季節になってきた。というわけで今日は肉豆腐を作っていく。この間 YouTube ライブでつまみとして食ってたやつ、あれレシピ教えろってリクエストが多かったんで、そのリクエストに答えていこうと思います。答えるけど普通の肉豆腐に戻れなくなる可能性あるんで、閲覧は自己責任でお願いします。というわけで今日使うブーツはこいつらだ。一般的な肉豆腐は薄切りの牛肉使うことが多いでしょうが、ここは俺の好きな牛すじ肉でいく。名前はまんま牛すじ肉豆腐。ほんじゃ行ってみよう。まずは一番時間のかかる牛すじの処理からかましていく。牛すじを一口大にカット。煮込んでるうちに縮むんで、一口大より気持ち大きめに切るといい。切り終わった牛すじは鍋の中に全てぶち込み、肉がかぶるぐらいの水を入れ下茹でしていく。沸くとこんな感じで大量にアクが出てくる。このアクを取りながら15分ほど下茹でしていく。牛すじという食材は大量にアクが出てくる、そういうもんだ。こうやって下茹でして最初に余分な油や臭み、雑味を取っておくことが牛すじ料理の最大の肝となる。逆にこれさえやっとけば大して難しい食材ではない。より香りを良くしたい場合はネギや生姜などの香味野菜を加えてもいいが、そこまでしなくても茹でるだけで十分臭みは取れる。下茹でしてる間にその他の具材を用意していく。お豆腐、今日は香ばしさのある焼き豆腐を使っているが、普通の豆腐を使ってもいいし、それをフライパンで焼いて焼き豆腐にして使ってもいい。サイズはお好みでどうぞ。カットした豆腐は軽く水を切っておく。白滝はざるにあげ水を切り、独特の臭みがあるんで下茹でするかお湯で洗って臭みを取る。ネギを刻んでいく。トッピング用、お好みの分量でどうぞ。分量は好きなだけどうぞ。俺はもういっぱい使っちゃう。仕込みは終わり、あとは煮込んでいくだけだ。牛すじの下茹でが済んだら一度お湯を切る。お湯を切ったらまた鍋に移し、ここからは調味料を入れて味を染み込ませながら煮ていく。水 400cc、まず醤油 60cc 大さじ4、砂糖大さじ3。こういう煮物系はあればザラメを使うといい。奥行きがありつつもすっきりした甘さ、そして何より美味しそうな照りが出る。みりん大さじ2。牛肉と米に合うようそこそこ甘めに味付けしてあるんで、みりん砂糖を減らすか醤油を増やすかで調整すればいいが、その辺の調整は最後の最後でやるといい。煮詰めると味変わるんで。日本酒大さじ1。醤油、砂糖、みりん、酒を4対3対2対1。必要な調味料を全てぶち込んだらこれを火にかけ煮込んでいく。ネギ以外の具材ももう入れちゃっていい。焼き豆腐も白滝も長時間煮込んでも崩れない。味しみしみにしてやる。最初の段階で全部具材を入れて火にかけた方がスムーズやったな。ネギ以外の具材を全てぶち込んだら鍋からはみ出てる部分も味が染みるように落とし蓋をして、このまま弱火でコトコト1時間ほど煮込んでいく。一応煮込んでる最中に汁が少なくなってきたら適正水を足して煮汁の量を調整するといい。でここで味見をして、甘すぎたら醤油を足し、味が濃すぎたら水で薄める。味が決まったらとどめのギーね。ああもううまい。ビジュが強すぎんだろう。器によそって好みで七味唐辛子を振りかけたら牛すじ肉豆腐の完成だ。
クソピントが合わねえ。マジ悪魔的うまい。これ知っちゃうともう普通の肉豆腐には戻れない。戻れるあろうはずもない。そもそも牛すじという存在がもう何なんだろうか。この食材は味しみしみ、そして何よりこのプリップリブルンブルンの食感、はっきり言って替えが利かない。コラーゲンうますぎるんご。これはもう米不可避なんで米炊いといてください。2合は炊きましょう。まあ通常の肉豆腐と比べ時間がかかるのが欠点だが、それだけの価値は十二分にある。圧力鍋とかあればもっと時短できるでしょう。そろそろ圧力鍋買おうかな。愛する牛すじのためだけに。っていうか面倒なの下茹でぐらいで、基本あと鍋に材料ぶち込んで放置しときゃ出来上がるんで、大した手間ではない。もう煮込めば煮込むほど牛すじは柔らかくなるし、牛の旨味が煮汁に溶け出して、その汁を豆腐と白滝が吸いまくって、そんなんうまいに決まってるやないかい。そしてこの肉豆腐いろいろアレンジ効くんで多めに作っといて翌日に残しておくことを強くおすすめする。何せ翌日の味が染みまくった豆腐、こいつの破壊力もまたヤバすぎるんで、米にぶっかけて豆飯として食らうのがいい。温玉なんかも乗っけちゃったりしてね。ああマジで松屋にずっと置いといてほしい。で豆腐かっさらったら煮汁を水で伸ばし、お好きなカレールーを入れて牛すじカレーにしてみたり。これよ、俺のいっちゃん好きなカレー牛すじカレーだから。もう今回の肉豆腐全てこのための伏線だったと言っても過言ではない。肉豆腐とか肉じゃがとかあの甘辛い味付けって割とカレーのベースとして使うとうまいんだよな。これはもう食ったもんしかわからんと思うんで、みんなも作って食えとしか言いようがない。